ジャズ生活の彩りをどうもこんにちは、ジャズギタリストレイだけです。ということで今日はビバップの偉人から学べビバップフレーズやっていきましょう。今日やるフレーズはなんかすごい不思議なフレーズになっております。どれらい不思議なフレーズになっとるね。この不思議ちゃんどうなっとるんだと気になる方はぜひぜひ最後まで見ていただければこのフレーズもあなたのものになります。ということで最初にフレーズ行く前にまずコード進行を確かめましょう。ではまずキーは A フラットメジャーセブン1度でメジャーセブンですね。でそこから2度2度マイナーセブン B フラットマイナーセブンいって12345ね5度7 E フラット7いって1度 A フラットメジャー7に戻ってくる。まあ251というフレーズですね。コード進行分かりましたがまだフレーズいかんといてください。焦らんでもうちょっとだけこのフレーズを深掘りすることによってジャズのある応用力が上がります。なんだそのある応用力ってあよ言えとたわけかと。まあ焦らんといてください。でこちらについてですね興味がある方は僕が以前アップロードしたこのねフレーズの練習の仕方とかでどれらい詳しくやっとるもんで今日はねこれとりあえず簡単に大雑把に外枠だけ説明して実践的なところをやっていきましょう。でコードの深掘りって言ってもまあ簡単なものです。コードフォームねやるとかじゃなくてですねこのコードに対してどういう音が鳴ってるんだどういう響きが鳴ってるんだっていうのを深く頭の中で鳴るようにしてください。暗い明るい何でもいいんですけどもまあこんな感じの音だな暗いな僕だったらね。でここからコードが進行していくものでここからどう音が変わっていくんだっていうのをね自分の中でイメージして頭の中で鳴るようにしてください。で5度から1度ねこれドミナントモーションだね。理論の勉強まできちゃう。なのでコード進行各コードがどういう音が鳴っているんだで進行先でどういう変化があったんだっていうのをしっかり頭の中で鳴るようにしましょう。でこれをやった上でフレーズをやるとコードという大枠の中でフレーズがあるんだっていうのが分かる。それが分かると他のキーに転調した時に転調した先でも簡単にフレーズができるようになります。まあ1時間もかかるもんじゃないもんで騙されたと思ってしっかりやってみてくださいよ。はいという感じで今ちょっと余分にやりましたがこんな感じでね適当にコンピングやりながら楽しむのもよし難しいという方は四つ切りでも全然構いませんのでしっかりコードをね遊んでみてください。はい大変お待たせしました。それではフレーズやっていきましょう。でこちらに見えてるフレーズを練習する大体3つのポイントございますね。で1つ目コードポジション2つ目コードと3つ目スケールとなってます。スケールって何だとどのスケール使うんだとはいモードスケールっていうスケールを使っていきます。でまだモードスケールよわからんよって方見えましたらですね僕がこれ以前アップロードしたこのモードスケールについてのね詳しい動画やっておりますのでこちら見てみてください。でこの動画ではねもちろん簡単にね実践的にやっていくということで1つ目コードポジションどうやって決めるんだってギターで同じ音が違う弦にあって、ちょっとワイヤになってまうけどもまあ簡単に言うとですねギタリストの場合この6弦と5弦が慣れてるものでこの辺りで音を拾っていくといいんですね。まあ例外もございます。変なポジション行ったりすることもございますがで今日はこのポジション B フラットマイナーね6弦ルートはいではコードといきましょう。135713571となってます。はいコードを作る大事な中心なコアな音ですね。でこれを結ぶという感じでスケール使っていただければと。で、スケールはね、ドリアンスケールです。12マイナスサード456712マイナスサード4567となってます。では3つ揃ったのでフレーズやっていきましょう。1、2、3、4、1ここまでですね。はいでは最初のこの音何度でしょうかっていう調べるところですね。1357135度だね。でこれいきなりコード等にもスケールにもない音出ましたがちょっとここ無視して後でこれ B フラット終わった時に最後にで次これコードトーンスケールにない音出ましたがちょっととりあえずひとまず無視していきましょう。16部でといきます。でこの音は
マイナーサードいって1度いって5度ね。はい、これを16分なくして8分でやると5をマイナーサード1度5度全部コード飛んだね。でこの後この音に行くんだ。この音はマイナーサードの半音下ナインスだね。でこの音もなんだない音だね。無視してこれ1度ねの半音上なのでフラットナイスフラットナイス1度7度っていう感じだね。コードトーンいってここからまあスケール下がってこの余分な音あるけどスケールで下がっていくという感じでは余計な音を説明していきましょう。この音なんだというと2通りの考え方があって音的にはまあフラット13なんだけど B フラットをね1つ目は B フラットの中でマイナーペンタをドリアンと混ぜて使っているという考え方。そうするとこの音はねセブンスだね A フラットのセブンスの音を使ってるとね。まあ問題ないでしょ。まあ同じような考え方でドリアンに混ぜて使う。そうするとドリアンに一瞬だけマイナーペンタであとドリアンという感じだね。でもう一つの考え方はというとというコードを付け加えたと。今何が行われたかというと B フラットマイナーのコードなんだけども、アドリブ中にこれを F7 フラット9を足したという感じだね。ね一瞬だけどね。ねまあこれビバップの人がよくやるやつだね。ね前回やったのと同じだね。でこの2つの考え方で共通しているのは B フラットマイナー一発のコードに対して何か変化をさせたいっていうところだね。で次の余分な音この音フラットナイスなんだというとでこれは1度に対する経過音だね。で表拍にコードトーンまたはスケールで裏拍にそれ以外の音を足すことによって音が滑らかに聞こえると。いくよナインスで裏にフラットナイス1度7度ね。どれ滑らかです。まあ語呂合わせ的な感じですよね。で次いきましょう。 E フラット7ここのポジションですね。コードトーン135713571となってます。でスケールミキソリディアン123456712345671ね。ではフレーズいきましょう。1、2、3、4ここまでいらないね。ここから B フラットここから下がってった先にこの音はいから始まる。うまくつなげたよね。でこの音は何だというと E フラット7のメジャーサードね。メジャーかマイナーを決めるねすごいどえらい大事な音ね。アドリブでもすごい大事なんですね。ド頭からここに行ったことによってコードが変わったんだなっていうのが一目瞭然ですね。で次はいいきなりどぎついよと。これなんだというとオクターブやって半音上げるとフラットナイスね。こういう響きコードが変わってすぐどぎついのやるもんでどえらいインパクトがあるよねという感じでこっちのポジションってギターの人なかなか覚えないんですけどもよくあるのがとかねこっちに行くパターンなんだけどこっちね行くといいことがありますのでこれは最後にまたやりますのでとりあえず今フレーズ進めていきましょう。セブンスメジャーセブンス1度ね1度に対してターゲッティングを行ってるんだね。ただうろうろしてるんじゃないよ。でこのメジャーセブンスもさっきと同じ法則で裏拍に入れると音が崩れにくいよっていうねやつだね。まあ語呂合わせですね。でここからセブンス6度5度と下がっていくスケールで下がっていく。なので E フラット7ここだね
音が飛ぶところね、すごい注意でね。ここのコードからちょっとはみ出たところね、見にくいのでちゃんと見て対処すると。では次 A フラットメジャー7いきましょう。コードここだね、ポジションでコードと1357135、ここまでいきましょう。でスケールアイオニアンスケール、メジャースケールです。12345メジャー7、12345ね。はい、ということでフレーズいきましょう。ワンツースリーフォー、ワンツースリーフォーという感じだね。これもね E フラットのところからいくよ。下がっていった先にちょうどまたこの1度があるね。よく考えてますね、ビバップの人素晴らしいですね。なのですごいスムーズに聞こえるね。でこの後ね、1度メジャー7、2度ナインスで7度メジャー7度1度で5度に飛ぶというところですね。これただただうろうろしてるね、スケール上うろうろしてるようにも、見えますが、これをねもうちょっと深掘りしていきましょう。いくよ、1234567。ここで止まったら気持ち悪いじゃないですか。ここに解決したくなるじゃないですか。でスケールにおいてもね、さっき体験したように度数に応じていろいろね意味合いがあるんですけども、簡単にちょっとコードで弾いてみましょう。ここね、はい、どうでしょうか。ね、気持ちいいでしょ。ここで止まったら気持ちが悪い。これ何が行われているかっていうと、でこれ1度3度5度6度、これ何をしたかっていうと、A フラットメジャーの展開形で、次24フラット6度、メジャー7度っていう音がね重ねるとディミニッシュになるんだな。でこれはもう全部展開形で行われてるよっていうバリー・ハリスセオリーのやつなんだけども、これ何が言いたいかっていうと、このディミニッシュのところってね、よく見てるとここのじゃあ中指を半音下げると E フラット7になる。 E フラット7のルートを半音上げたものって、E7 E フラット7フラット9と同じなんだな。セブンスの半音上のディミニッシュは同じだよっていうところで見ていくと、トニックとドミナントを繰り返してるって言えるんだね。だからで止まると気持ち悪いね。トニックドミナントドミナントドミナントトニックね。なのでちゃんとゴールトニックに向かってうろうろしながらちゃんとトニック最後気持ちよくさせようよっていうところなんだな。で最後に音飛んで高いところでもっとねワッといくという感じだね。 E フラット7、こっち行くといいことあるよって言ったね。みたいにこっちにもいけるじゃないですか。なのでこっちのポジションを覚えて、こっちに行きたい時はこっち使う、でこっちに行きたい時はこっちのポジションを使うという使い分けができるとフレーズに幅が出てきますので、ぜひぜひそのために第一歩としてここ覚えてみてください。はい、ということで一通りフレーズの解説は終わりましたが、まだ終わってはいけません。フレーズをもっと自由にするためのステップいきましょう。なんだそれはと。はい、他のポジションでもやってください。今ここだけしかやってらんもんでね。他のポジション最低でも6弦5弦2つできると少し広がるでしょう。はい、という感じで4つできました。1つね、ここ低くて、弦が足らんもんでと、ここでうまく折り返してオクターブ上に行くっていうね、いろんなことを試してみてください。そうすることによってよりよりね、指板も見えてくるしフレーズも使えるし、いいことしかないです。
ということでまだ終わらんといてください。次のステップとしましては、はい、違うキーでやってみる。どこでもいいです。12キーやれとは言いません。自分の好きなキー、嫌いなキー、何でもいいです。はい、という感じで、今は C のキーでやりました。C って一番分かりやすいシンプルなところなので、よりね、明確に度数とかポジションとか見えて、意外とおすすめなキーです。で、ここ終わってまだ余裕があるなら違うキーどこでもいいです。ここでやってもいいですしね。好きなところでやると耳のトレーニングにもなっていいことしかない。はい、ということで最後僕が2回しアドリブをしてみました。最初僕が適当に弾いてこのビバップのフレーズにつなげてみました。はい、いかがでしょうか。こんな感じで自分のフレーズからビバップのフレーズ、ビバップのフレーズから自分のフレーズにつなげてね、遊ぶようにしてやるとよりより自分のフレーズになってきますので、最後こうやって楽しんでみてください。はい、ということで今日は以上になります。こんな感じで楽しく練習していただいて、楽しいジャズギターライフを一緒に送っていきましょう。ということで今日の動画、いいねと思った方はぜひぜひいいねボタンやコメント欄に何か書き込んでいただけると、大変励みになります。で、特になんとも思わなかったよって方がおりましたら、コメント欄にパイの実とだけでも書いていただければこれ幸いでございます。ということでパイの実美味しいよねと思った方はですね、僕ね、Facebook や Twitter、Instagram などをね、低頻度で更新しておりますので、そちらの方をフォローしていただきつつ、お皆さんはよなんか書きやと、僕低頻度でやってますので、ちょっとコメント欄で僕レイダー機をいじってみてはいかがでしょうか。最後に皆様、日頃からいつも温かい応援ありがとうございます。最後にですね、スーパーチャットなどをしていただけるとですね、私レイダー機のテンションがただただ爆上がりしていきますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。